もしやっとの思いで約束を取り付けた美女があなたを殺すつもりだったら、2008年10月10日カナダアルバータ州エドモントン、このガレージでいいのか。携帯画面の地図を頼りにとある民家の前までやってきたその男性はジョン・ブライアン・ジョニー・アルティンジャー。アルティンジャーがこの場所へやってきたのは出会い系サイトで知り合ったシーナという女性と約束をしていたため、家族に見つかるとうるさいの、家のガレージからそっと入ってくれる。プロフィール写真を見る限り絶世の美女のシーナ。そんな彼女からのまるで密会のようなその誘いにアルティンジャーは胸を躍らせながらガレージの入り口をくぐります。いきなり家に呼ぶなんて大胆な女だよな。にやける顔を抑えられずにいたアルティンジャー。しかし彼を待っていたのは美女との甘いひとときなどではありませんでした。ガレージの物陰に潜み訪ねてきたアルティンジャーをじっと睨みつけるシーナ。マスクをかぶり素顔を隠した彼女は興奮を抑えきれない様子でつぶやきます。やっと来た。悪者は殺さないとね。出会い系サイトで呼び出した男を付け狙うマスクの殺人鬼。なぜ見ず知らずのその男がターゲットにされてしまったのか。犯人の殺人衝動を引き立てたのはあるヒーローへの憧れでした。おっそっす。今日なんか寝違えてマジで首が動かせねえよ。ケンちゃんです。あ、で今これ体動かしたら、あなたも。怖いマジで本当にやばい。本当にやばい。みんな、春になって花粉症には鼻うがいが便利よ、やみこです。というわけでね、ちょっとろくに首動かせないんですけど、今。はい。何がやばいかって僕、明日から海外行くんですよ。あれでも速攻直さないとじゃない？やばくない？飛行機なんてもう地獄でしょ、あんたそれ。これどうやったら治るのか、コメント欄でね、教えていただければと。ルナも泣いてます。時すでに遅しよ、それ。はい、お願いします。本日ご紹介するのはカナダで起こったある殺人事件について。この事件はなんと、出会い系サイトを巧みに利用した事件として話題になったんです。簡単に想像できることとしては、出会い系サイトでマッチングした相手を呼び出して殺人に至ったってそういう話なのかしら。でも今じゃさ、マッチングアプリってみんな当たり前に使ってて、マッチングアプリで結婚する人だっている時代じゃない。それが女性からしたらさ、そういう時代ではあってもやっぱり初対面で実際には会ったことのない男性と会うのってさ、かなり危険性は高いわよね、冷静に考えると。そうですね。ちょっと首動かせないんですけど、女性がね、一見危ないよねって思いつつ、今回はなんと男性ばかりが狙われた事件だったんです。果たして甘い罠に引っかかった男性たちの末路とはどのようなものだったんでしょうか。罠へ誘う女。2008年10月3日カナダアルバータ州エドモントン、 IT 企業に勤める男性ジル・テトローは浮かれた様子でとある民家の前までやってきました。ここか。いきなり家に呼び出すなんて積極的だな。ジルがその家にやってきたのは出会い系サイトプレンティ・オブ・フィッシュを通じて知り合った女性と約束をしていたため、シーナと名乗るその女性は次のように告げジルを自宅へ呼び寄せたんです。家族にバレないようにガレージからそっと入ってきて。サイトのプロフィール写真のシーナは万人が認める絶世の美女。彼女の部屋に秘密で迎え入れられるそのシチュエーションにジルは胸の高鳴りを抑えられずにいました。しかし、くそ、なんなんだあいつは。ガレージへ入ったかと思えば1時間もしないうちに血相を変えて外へ飛び出してきたジル。彼は慌てた様子で車へ飛び乗るとその家から走り去ってしまいます。これシーナって女が罠を仕掛けてたわけでしょ。中で何をしたの？それはもうね、おぞましいことが行われていたんです。なのでジルが逃げられたっていうのは奇跡のようなものだったんです。ジルの一件から数日、シーナの魔の手は着実に次のターゲットへ伸ばされようとしていました。友人たちと携帯画面を見せ合いながら談笑していたのはブリティッシュコロンビア州在住のジョン・ブライアン・アルティンジャー。見てくれよ、出会い系で知り合った女と会うんだ。アルティンジャーが掲げた携帯画面にはシーナのメッセージと彼女の自宅までの地図が。うおー、いきなり家に呼ぶのかよ。すげえ女だな。シーナの大胆なアプローチに友人たちは興味津々。しかしそれから数日後、友人たちはその女が何かよからぬことを企んでいたと悟るんです。その日、アルティンジャーから友人に送られてきたのは次のようなメール。この間言ってた女とすげえいい感じでさ、長期休暇を取ってコスタリカに行くことになったんだ。しばらく帰らないが心配しないでくれ。絶対におかしい。あいつに限ってこんなことありえなくないか。友人たちが即座に操作したのはアルティンジャーがすでに何日も会社を無断欠勤していたため、その後会社には確かにメールで辞表が送られてきたと言いますが、給料の振込先を尋ねると音信不通に。明らかに不審な状況に友人たちはアルティンジャーのマンションへ向かいました。すると室内は食べ終わった食器もそのままの状態、パスポートもスーツケースも置きっぱなしで、とても長期旅行に出かけたようには見えなかったんです。そこから友人たちはすぐに警察に通報。アルティンジャーはシーナと会う直前、彼女の自宅の地図を友人にも転送していたため、その正体はすぐに判明します。実はシーナの正体は男だったんです。
そこだったの？じゃあどういうこと？じゃあ椎名は女性のふりをして誘い出して何かしら男性に危害を与えたってことでしょ？そうなんです、何のために女性のふりをしてまで男性を誘い出したんでしょうか。そうよ。この男の犯行はある人物への憧れが引き起こしたものだったんです。正義の殺人者。シーナを名乗っていた男の名はマーク・アンドリュー・トゥイッチェル。エドモントンの町で妻と1歳の娘と暮らしていました。営業職のトゥイッチェルは頭脳明晰でコミュニケーション能力が高く、職場でも定評のある男。一見して不審な点はないように見えます。しかし一つだけ彼には人とは少し違った一面がありました。それは仕事の合間を縫って自主制作映画の制作に勤しんでいたこと。トゥイッチェルはノースアルバータ工科大学ラジオテレビ芸術学科の卒業生で、長らく映画監督になることを夢見ていたんです。行方をくらませていたアルティンジャーが誘い出された場所はトゥイッチェルが映画の制作スタジオとして借りているガレージでした。そんな彼が何よりも憧れていた作品がアメリカの人気テレビドラマデクスター。何この作品に憧れてたことが何か事件と関係が出てくるわけ？作品がね悪いわけではないんですけれども、デクスターはかなり過激な描写が多い作品なんです。ここで本日のメトラキーワード、デクスターについて。デクスターは2006年から2013年までアメリカで放送されていたテレビドラマシリーズ。主人公のデクスターは警察で結婚監視官を務める男。一方で裏の顔はシリアルキラー。殺害対象とするのは法で裁けない悪人のみで、間違った制裁を避けるため犯行事実を認めさせた上で殺人を行うんです。デクスターはドラマとして人気が高い反面、しばしば問題視されるのが作品に憧れ実際の殺人を犯してしまう犯人が少なからずいること。例えば2013年にはイギリスレスターシャー州でマリファナの使用を咎められた介護施設職員マーク・ハウが母親を53回もめった刺しにして殺害。部屋に閉じこもりがちだった彼はデクスターに心酔しており、作品に登場するナイフの種類をつぶさに研究しコレクションしていたといいます。このほか以前取り上げた女性シリアルキラーミランダ・バーバーもデクスターに憧れていたといい、その影響力は決して侮れないんです。警察がトゥイッチェルのガレージを家宅捜索すると、そこには彼が男性を呼び出し何をしていたかを如実に物語る光景が広がっていました。まるでペンキを塗装する現場のように、全ての壁がビニールシートで覆われたそのガレージ。そしてガレージの中央テーブルには血しぶきが飛び散ったような跡が残っていたんです。あなたはここで一体何をしていたんですか？この血痕は何ですか？ああ、これは撮影用の偽物ですよ。9月にここで殺人映画を撮影してましてね、その処刑シーンで使ったものなんです。そう弁明したトゥイッチェルの PC の中から見つかった台本は、出会い系サイトで詐欺師を誘い出し殺害するダークヒーローもの。デクスターへの憧れがにじみ出た内容となっていました。何より不審なのは、台本に書かれている出会い系を使った手口が行方不明になったアルティンジャーの経緯とまるっきり同じということ。さらに台本には誘い出した後の攻撃方法や殺害後に頭蓋骨を切断する方法などもあまりに詳細に綴られたその内容に、警察官はアルティンジャーの身に起こった悲劇を想像し血の気の引く感覚を覚えていました。しかし台本に書かれている内容ですか？本当にやるわけないじゃないですか。警察が何を聞いてもトゥイッチェルはフィクションの一点張り。ただ彼のその供述はこの後あっけなく覆されることになるんです。作品の撮影の時は偽の血液なんて使いませんでしたよ。映画の演出のため偽の血液を使用したと供述していたトゥイッチェル。撮影に協力した俳優に尋ねると、その供述との食い違いが出てきたんです。さらに現場のルミノール検査を進めると、カーペットには目に見えない大量の血痕が。挙句はトゥイッチェルの車の中から被害者アルティンジャーの血がついたナイフも発見。こうして言い逃れできなくなったトゥイッチェルは殺人容疑で逮捕されることになるんです。殺人の台本まで書いてるなんてさ、何人の命なんだと思ってんの？神にでもなったつもりなのこいつ。さっさと罰を受けるべきよこんなやつは。しかしですね、トゥイッチェルはこの後に及んでまだ犯行を否認しているんです。ただ実はこの犯行の事実を知る人はトゥイッチェル以外にももう一人いたんです。そしてその人物からこの事件の真実は明るみに出されていくんです。騙された男。この物語は実話に基づいている。これは私が連続殺人犯になるまでの物語である。そんなセリフで幕を開けるトゥイッチェルの台本。しかしガレージの血痕や凶器のナイフが発見されてもなお、彼は犯行を否認。取り調べが難航する中、警察は新たな策に出ます。それは現場から発見されたホッケーマスクの写真を記者会見で公表すること。トゥイッチェルの台本には犯人がホッケーマスクをかぶって犯行に及ぶ様子が描かれていました。そのマスクを公表したのはマスクに見覚えのある人物の登場を願ってのこと。そう、トゥイッチェルの台本にはアルティンジャーの他にももう一人被害者がいると記されていたから。この動画をご覧の皆さんは最初にトゥイッチェルに呼び出され命からがら逃げ出したジル・テトローを覚えているでしょうか？ホッケーマスクの写真が公開されると、彼はトゥイッチェルの被害者としてすぐに名乗り出たんです。
2008年10月3日の夜、シーナ、連絡を取ってたジル・テトローだ。言われた通りに来たよ。ジルがガレージに足を踏み入れると、そこにはカーテンのように幾重にも重なったビニールシートが。ガレージの中は薄暗く、とても女性が一人で待っているとは思えなかった。シーナ？その場の物々しい空気感に不安を覚えながらも、恐る恐るもう一度その名を呼んだジル。次の瞬間。うわー！ジルの背後から振り下ろされた警棒。彼が振り返ると、そこに立っていたのはホッケーマスクをかぶった何者か。体格からして約束していた美女ではないことは明らかだった。体勢を崩したジルにホッケーマスクの男は容赦なく馬乗りになり、拳銃を突きつけた。死にたくなければおとなしくしろ。恐ろしさのあまり固まってしまったジルにダクトテープで目隠しをし始めた男。そうやって男にわずかな隙が生まれた時なんだ。どうせ死ぬなら思い切り抵抗してやる。そう決意を固めたジルはテープを無理やり剥がすと、男が構えていた拳銃に掴みかかった。あれ？一瞬あっけに取られた表情を浮かべたジル。そう、男の拳銃はプラスチックのおもちゃだった。その後激しく抵抗し、トゥイッチェルの魔の手から必死に逃れたジルはガレージを脱出。自分の乗ってきた車まで走り、どうにか逃げ出すことができたんです。しかしその後もジルは警察に被害届を提出せずにいました。出会い系で騙されたなんて届けを出すのは恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいのはわかるんだけど、ほっといたらさ、他の人が巻き込まれちゃうわけよ。だから通報してほしかったわよね、この人は。通報してたら2人目のアルティンジャは犠牲にならなかったかもしれないじゃない。そうなんですけど、問題はね、殺されてしまったアルティンジャーなんです。1人目で失敗したトゥイッチェルは、アルティンジャーの時には抜かりのないシナリオで犯行に及んだんです。1人目の被害者ジルが襲われた1週間後の10月10日、トゥイッチェルの罠にかかりガレージへやってきたアルティンジャー。やあシーナ、いるのかい？僕らアルティンジャーだよ。ジルの時はここから警棒で襲いかかったトゥイッチェルでしたが、彼はそもそも警棒を使ったこと自体が失敗だったと学んでいました。物陰に潜むトゥイッチェルが手にしていたのは太い鉄パイプ。彼は背後からそっとアルティンジャーに近づくと、その頭部をめがけ鉄パイプを思い切り振り下ろしました。そしてナイフを取り出すと、体勢を崩したアルティンジャーをめった刺し。アルティンジャーはなすすべもなく息を引き取ってしまうんです。初めて遺体を目の前にしたトゥイッチェルはその様子にひときわ興奮。部位ごとに様々なナイフを使い分け、アルティンジャーの遺体を嬉しそうに解体していきました。これだ、これがやりたかったんだ。そう、それはかねてからトゥイッチェルが憧れてきたデクスターのワンシーンのようでした。その後彼はドラム缶を使って肉片を燃やしたり、頭蓋骨を人形にして遊んでみたり、散々に遺体をもてあそんだんです何やってんだ俺は。台本上ではデクスターのように悪人への制裁のために犯行を犯すと語っていたトゥイッチェル。しかし最後にバカバカしさを覚えて笑った彼の殺人はルールなど一切存在しない、あまりにも低俗なものでした。本当にただの憧れだけで人を殺してんじゃん、人の命なんだと思ってるのかさ、しかも方法がさ、騙し討ちってのがもうやってることダサすぎるわよ、本当に。やり方が汚いですよね。さらにね、恐ろしいのが、このトゥイッチェルがね、表ではね、ごく普通の営業マンとして働いていたことなんです。しかもトゥイッチェル営業マンとして結構評価されてたみたいなんですよね。人っていうのはね、心の底では何を考えてるのかわからないものなんです。その後の裁判において数々の証拠を提示されたトゥイッチェルはアルティンジャーの殺害を認め、遺体を遺棄したマンホールの位置も自白。台本は犯行後その様子を振り返りながら作ったものだと明かしました。一方で動機について彼は次のように主張したんです。本当は映画の撮影のためにアルティンジャーを呼び出したんです。そしたら騙されたと知った彼が襲いかかってきたので仕方なく殺しました。正当防衛です。結局正当防衛の主張は通るはずもなく、2011年4月12日第1級殺人罪に問われたトゥイッチェルに下された判決は最低25年仮釈放なしの終身刑。現在サスカチュワン州連邦刑務所に収監されている彼は、有罪判決を受けて以来見逃していたデクスターのエピソードを全て主張したと語ります。その犯行内容からデクスターが引き合いに出され、デクスターキラーとも称されるトゥイッチェル。健全に楽しむファンが多数いる中で、主人公を模倣して罪を犯した彼のその行動は作品への冒涜に他ならないのではないでしょうか。